あなたは死の天使と呼ばれ患者を恐怖に陥れた看護師が実在したことをご存知でしょうか。1995年、アメリカのとある病院、突如患者の容体が急変した合図である警報が院内に鳴り響いたんです。患者は糖尿病により右足を切断する手術を受けていた人物。しかし術後は順調に回復していったんです。医師が病室へと駆けつけた時には遅く、彼の心臓は停止、その後の処置も虚しく亡くなってしまいます。回復していた患者の死はあまりに不自然なものに見えたんです。しかしこの時はまだ病院内の誰も気づくことはなかったんです。天使の皮をかぶった悪魔がすぐそばに潜んでいることに。ある病院を襲った患者たちの数々の不審死。なぜ本来亡くなるはずのない人々が次々に亡くなってしまうのか。そこには病院内に潜む悪魔の凶悪な思惑が隠されていたんです。最近引っ越して家にね、マグカップがなくて牛乳しか飲めてないケンちゃんです。どうも、闇みこです。さて、本日皆さんにご紹介するのはですね、アメリカの病院で立て続けに起こった、なんと回復したはずのね、患者さんがね、次々不審死を遂げるというね、もう意味がわからない事件なんですよ。病院としてはあってはならないことよね、それはね。普通かコメントお前。というわけでね、早速ね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。相次ぐ不審死。遡ること25年前の1995年、アメリカ北東部マサチューセッツ州のノーサンプトンにある病院が今回の事件の舞台。ここは退役軍人医療センターという主に軍を引退した人々を診療する医療施設なんです。まあね、皆さんこれ特別な施設っぽく聞こえるんですけど、いやそんなことなくて、割とね、もう普通の病院のことですね。そして先の糖尿病患者の死からおよそ4ヶ月後、またあの日と同じ警報が院内に響いたんです。風邪で入院していた患者の血圧が急上昇したのを見つけ、看護師が緊急コールをしたんです。それを聞いた医師は驚きを隠せませんでした。なぜならこの患者はただ風邪をこじらせて入院していただけだったんです。それもすでに回復し、翌日の退院が決まっていました。つまり急に血圧が上昇するような症状が現れることは本来ないはずだったということなんです。医師はすぐに彼に処置を施します。患者も35歳とまだ若く体力もあったためか何度か持ち直したんです。しかししばらくすると前の患者と同じように心臓が停止し死亡してしまうんです。これ明らかに人為的なものじゃないの？おかしいわよ。なんか人間の体なんで、起きることもあるんですよね、可能性として。ただそれが連続で起きたらそれは人為的なんじゃないかっていう話なんですよね。ただの風邪の男性が亡くなったわずか10日後、再び緊急のコールが鳴り響きます。またもや入院中の男性の体調が急変したんです。糖尿病、風邪ときて、次の男性はというと足の出来物を取るために入院していた患者だったんです。足の出来物で急変とかないわよ。あるある。いや、味だよっていうのはあるかもしれないよ。目がかゆい死んじゃうじゃん。やばいじゃん。目がかゆい。大丈夫？この患者、出来物の他には何の持病もありません。それがこれまでの2人と同じように急激に血圧が上昇した末に医師の対処も虚しく心停止という結果に。大した症状のはずがない患者たちの相次ぐ不審死、さらに全く同じ症状ということで病院内でもある疑惑が生まれていたんです。それは誰かが意図的に薬を大量投与し患者を死に至らしめているのではないかというもの。そんな疑惑が持ち上がる中、とある病院のスタッフが薬品在庫を見ていた時のこと。在庫の中からエピネフリンという薬品が使用した分量よりもかなり余計に減っていることに気がついたんです。ゆるキャラみたいな名前ね。何？このね、エピちゃんなんですが、血圧とかが急上昇した時にアナフィラキシーショックみたいなことが起きるんですけど、それをね、抑えるために使われる薬品なんですよ。エピちゃんやるわね。何もない人にこのエピネフリンを大量に投与すれば、これまでの患者のような症状で亡くなってしまいます。症状と何者かに使用された薬品の効果が一致したことで、誰かが患者を殺害しているという疑惑はより強いものになったんです。いやでもこれスタッフが全員疑われるんじゃないの？普通に考えてと思うじゃないですか。でもね、この事件ね、真っ先に疑われた人がいたんです。疑念を抱くスタッフの間で犯人の疑いをかけられたのが看護師クリステン・ギルバート。初めはこの疑いに否定的な人も多かったんです。なぜならクリステンは的確な判断をする信頼の厚い看護師として院内でもリーダー的な存在だったからなんです。そんな彼女が殺人などやるはずがないとスタッフたちは考えたんです。しかしクリステンには疑われるべき明確な理由がありました。不審な死を遂げた3名の容体が悪化した時の担当が全てクリステンだったんです。
本当にエピネフリンが投与され患者が殺害されたとして、その全ての瞬間に立ち会っている彼女以外に犯人はありえないんです。果たしてみんなに頼られる看護師クリステンはこの事件の真犯人なのでしょうか。そんな疑惑が渦巻くまま悲劇はまだ続いていくんです。亡くなった患者の容体が変わった瞬間、その全てに立ち会っていたのがクリステンなんです。普通に考えたらね、彼女が疑われますよね。逮捕でいいじゃん。可愛いし気に食わない。逮捕でいいじゃん。嫉妬じゃん、嫉妬じゃん。悪い。何可愛いって。悪い。私より可愛い人なんていないわ。犯人っぽい人は見つかったんですけど、すぐの逮捕にはね結びつかなかったんですよ。では一体なんでそうなってしまったのか、事件の経緯を見ていきましょう。死の天使。全ての現場に居合わせたという理由で殺人の疑いをかけられる看護師クリステン・ギルバート。しかしそれは犯行が可能だったというだけで、これ以外に彼女の犯行を示す証拠は何もなかったんです。そして疑いをかけられながらもクリステンは全く意に介せずの様子で仕事を続けていたんです。そんな彼女の様子に病院のスタッフたちはいつしかジョークを込めて彼女をこう呼び始めます。死の天使と。かっこいいわね、死の天使。私もなんかね欲しいよね、死の天使。もう俺が先もらったそれ。クリステンへの疑いが少しずつ薄れていく中、また例のコールが鳴り響いたんです。今までと全く同じくそんな症状になるはずのない患者の血圧が急上昇し亡くなってしまったんです。そしてこの日の担当もクリステンでした。確定ね。これがきっかけでね、警察もね本格的にね動き始めるんですよ。動き始めて警察によりクリステンについて調査が進められました。しかし彼女の証拠をつかむべく日々の動向が探られる中、病院では今までとは異なるタイプの事件が起きたんです。ある日病院に一本の電話が鳴り響きます。いつも通りスタッフが出て要件を聞くと、その内容は驚愕のものだったんです。その匿名の電話主はこう言います。この病院に爆弾を仕掛けた。展開が急すぎない？突然の爆破予告に院内は騒然。すぐに警察に対応をお願いしようと動き始めます。しかし結局病院のどこにも爆弾らしきものは見当たらなかったんです。そう、電話は虚偽の予告だったんです。ただもちろんこれは犯罪。もともと不審死により警察が入っていたこともあり、すぐに犯人の特定が進められます。そして間もなく虚偽の爆破予告を行った犯人が逮捕されたんです。その犯人こそクリステンだったんです。これにより警察の尋問にかけられたクリステン、嘘の電話は捜査の目から逃れるため、つまり薬品を大量投与し患者を死に至らしめたのもクリステンだったんです。そしてこのことが判明するまでそれほど時間はかからなかったんです。ほら、可愛いやつってこういうことすんのよ、ほんと。気に食わない。しない。あんた可愛いやつ好きなだけでしょ。あんた見た目だけでどうせ判断してんでしょ。可愛いやつってこういうことすんのよ。あれ騙されちゃダメよ、あんた。見た目で判断するのよくねっつってんの。さらに彼女が看護師として行った卑劣な行為はこれだけではありません。頼りになる看護師として尊敬されていたクリステンだったんですが、これも彼女の犯罪的な行動により作り上げられた評価だったんです。ある日クリステンは入院している患者の呼吸器をこっそり外しました。怖えな。当然患者はすぐに苦しみ出します。しかし彼女は気がつかないふり。間もなく他の看護師がそれを見つけます。急な出来事にパニックになっているところにクリステンが登場。適切な指示をすることで患者は救われたんです。まあね、こんな最低なね自作自演によって彼女は仕事ができる看護師としての地位をね築いていったんです。なぜ彼女はこんな異常な行動をとってまで人からの評価を得ようとするのか。裁判にあたり彼女の素性について調べられるにつれて彼女の異常な過去が明らかになっていくんです。不審死の犯人はクリステンだったんですが、そもそもねこいつねやばいやつだったんですよね。そして事件の動機を探るためにクリステンの過去を紐解いていくと、マジでやばいやつだっていうことがね判明するんです。クリステンの正体。徐々に判明していく死の天使の過去。それは決してまともなものではなかったんです。クリステンが生まれたのは1967年、企業の重役の父親と教師の母親という比較的裕福な家庭に生まれ育ちます。まともな環境で育てられた彼女なんですが、10代になった頃、クリステンの両親はある違和感を覚えます。それは異常な数の嘘をつくこと。そう、クリステンは少女の頃から虚言癖があったんです。嘘はやっぱダメよ。飾らない姿でいないとね。ナチュラル。あとなんか無理やり取らなくなったのね。分かってるじゃない。よし。
気持ちいい。よしよし。気持ちいい。さらにクリステンは周囲の注目を集めるため自殺未遂のでっち上げを行い、周囲に大変な迷惑をかけたこともあったんです。つまり自分に注目を集めるということに異常な執着を持っていたんです。目立ちたがりやな。さらに他人を脅迫して言うことを聞かせたり、包丁を突きつけたりと、病院に勤務する以前は犯罪のような行動も判明したんです。でもね、どういうわけか地元の大学に進学してね、なんとね看護師の免許をね取得しちゃうんすよこいつ。あげちゃう方も問題あるわよ。これちゃんとなんか審査してんの本当に。ざる。そして看護師免許の取得から半年後に結婚し、翌年にはこの病院で勤務を始めることになるんです。めちゃくちゃ順風満帆。ちゃん順風満帆って言いたかったらしいです。でもねクリステンね、なんとね家庭の方では問題があったみたいなんですよね。はい。彼女と夫のグレンとの関係はうまくいっているとは言えませんでした。犯罪的な行為により仕事での評価は得ていたクリステンなんですが、男性からの愛には満たされていなかったんです。その結果、彼女が取った行動が不倫。その相手は同じ病院に勤務する警備員の男だったんです。そしてこの不倫相手こそ今回の連続殺人の動機だったんです。不倫相手が動機だったの。くだらねえ。この病院は容体の急変などのためにブザーが鳴ると、まず警備員が駆けつけるというシステムなんです。つまりこれが殺人の動機。意味が分かんない。まあね説明してもねあんまちょっと分かりにくいんですけど、まあ説明しますわ。この病院においてクリステンの役割は看護師、そして不倫相手の男は警備員。本来仕事の上ではほとんど接点がない2人、つまり同じ病院にいるのに会える時間がほとんどないんです。これで分かりましたか皆さん。そう、クリステンが患者を立て続けに殺害した理由、それは恋人に会うためなんです。もうすぐ別れろ。クリステンの満たされない思いは一度システムを理解し、一人を殺害してから歯止めが効かなくなるんです。あまりに不自然な死亡でも関係なく、ただ恋人に会って気を引くため次々と患者たちを殺害していったんです。裁判の結果、クリステンは3件の不審死を含め多数の故意的な患者の症状を悪化させた罪で終身刑になります。嘘をつき人を殺してでも人の目を集めようとしたクリステン、望んだ通り最悪の殺人看護師として彼女の名は世界中に広まったんです。怖いわね。恋人に会いたいってだけで人殺しちゃえないでしょ普通。恋愛に比重がね100みたいな人ってそうなっちゃうんじゃないですか。あんた恋愛の割合いくつなの？でもリアルで言うと30とか。聞いてるそんな真面目なことやな。じゃ逆にどんぐらい恋愛？私恋愛に生きて恋愛に死ぬ女よ。つまり100です。そうか。なんか逆にお前にとっての普通の答え出たわ。